グータラズです。今日はね、軽バス友の会シリーズキャンピング仕様にいよいよね完成しました。ってことでね、どういった感じになったのかきちんとね紹介していこうと思います。外見はさほど何もやってないですね。ホイール変えたぐらいですかね。でマットタイヤを履いて、車高もね純正車高です。そう、トヨタのビジネスパックってやつだね。要はその運転席と助手席前の方がちょっといいシートがついてて、で荷台側はもう完全に商業車、何もない状態だね。要はバンっていうことです。だからね、釣りを主とした仕様にってことでね、ちょっと頼まれたのでね、おとんにそういう風な意図のもとに作ってみました。そう、フロアにねマットレスは敷きませんでした。後々理由は出てくるんですけどね、後々理由は出てきます。そして見えるところ、あそこは引き出しですね。引き出しで、ここはロット入れになります。そもそもロットホルダーにしようとしたんですけど、天井高が低くなるのでロット入れを作りました。ここはね貫通ってなってますんでね、前までズボッと入ります。長物もね入るようになっております。でここもね引き出しです。左右がね引き出しっていう感じですね。でここは水タンク、そしてサブバッテリー入っております。で板をね外してあげて、でねこういう風に出てきます。ここは普段ね開けることもそうそうないので、水のね出し入れぐらいですかね。排水と給水、今水入ってないんでね水は出てこないですが、そしてボールシンク、おかんが買ってきた200円のボールこれをねシンクにしております。でシャワーですね。シャワーとここが水道のスイッチになります。今水入ってないので出てきませんがね、外にもね引っ張り出して水使うことができます。そしてサブバッテリーのモニターです。あそこにね電圧と、何%ぐらい目安ですね。ここが冷蔵庫と、あとはテレビのスイッチですね。後でねきちんと紹介いたします。ではギャレー見てみましょう。ここに電子レンジが入ってます。マイクロウェーブを買いました。でもマイクロウェーブ買った意味がねえなって後々出てきます後々多いな。その理由がね、これインバーターで稼働してるんですよね。だからマイクロウェーブの意味がない。わざわざ高い金出してねマイクロウェーブ買う必要がなかったです。なのでね安い電子レンジと交換しようかなとも考えてます。だって 12V で使えるマイクロウェーブなのにね 100V で使って普通の電子レンジでいいやって感じじゃないですか。ちょっとね交換も考えていきます。フロア見ていきましょう。先ほど言ってたマットレス敷かなかった理由があるんですよ。フロア収納、このね収納がね収納できるようになっているんですが、釣りを主としてってことを考えたんで、ルアーがね結構入ってるんですよ。なのでマットレスにするとやっぱり湿気がねどうしても抜けなそうだったので、ちょうどねあそこに穴も開いてるんですよ。でもね下もね結構通気性も良かったので、あえて通気性をよくでルアーとかね錆びても嫌なので、なのでマットレス敷きませんでした。あえて敷かなかったんです。その次、一人用のキャンピングなので冷蔵庫ですね。一人用キャンピングなので助手席に鎮座しております。で結構小さい冷蔵庫なんですけど、軽バスに乗ると結構なね場所通ります。なのでね助手席にね置いて、でね車両のシガライターが電源です。車のエンジン切っちゃえば使えないじゃんってことだったので、これもねリレー駆動にしてあります。なのでねスイッチ一つでサブバッテリー稼働できるように配線し直しました。シガライターもね全部切り替えになってます。それもねまだ次出てきますんで。そしてあとスピーカーはね、ツイッターはマーク・レビンソン、そしてミッドウーファーはねアルパインですね。
あそこにロゴをね貼っつけました。ロゴあるだけでやっぱ違うもんね。で食器類は戸棚にねしまうようにしてあります。まあこれもずっと使ってなかった食器、銀の食器あるじゃないですか。ずっと使ってなかったんでそこにぶち込みましたそうそう、エンジンをね止めてみましょう。でまあね、キャンピングするときって言われるな、車中泊するときですね、エンジン切ってることが多いです。なのでね、エンジン切ってもテレビ、そして冷蔵庫を使えるように配線をしております。すべてね、ここのさっきの水タンクの水道ポンプのところにね、スイッチを集約しております。そう、これでね、ナビとね、フリップダウンがつくんです。これもね、リレーをかませてね、これでエンジンをかけてなくてもナビ、そしてフリップダウンが稼働するようになっております。そしてさっき言ってた冷蔵庫はね、エンジン止めてもここに置きっぱです。そしてね、シガーライターもあそこに差しっぱなし、あそこもリレーでね制御しているので、スイッチ一つでサブバッテリー稼働にできます。これね、これをねオンにするとエンジンが切れててもサブバッテリーでね動くようになります。なのでいちいちも持ち運びしなくてもいいように、ここにずっと冷蔵庫は置きっぱですね。車中泊をするときはここに置きっぱでね、借景ビール飲めますから旅の目的はそれですね。やはり冷たいビールがいつでも飲みたい、そういうのがね大事です。そう、設置関係ね、あそこで全部ね集約されています。なので全部エンジン切ってもサブバッテリーで稼働できるっていう感じですかね。そう、ちょっとねサブバッテリー小さかったかなっていうのがありますけど、電気が足りなくなればエンジンかければいいだけなので、そうするとねまたアイソレーターを通してサブバッテリーに充電できるので、バッテリーがよりなくなってきたなと思ったらエンジンをかけるっていう感じですね。そう、シャワーはねこうやって伸ばすことができます。外でもね使える感じ、これがやっぱりいいですよね。軽は特に小さいですからね。そしてピクニックテーブル、この下は荷物置き場、今はねケース置いてますけど、ケースね外してもいいです。とりあえずかっこよかったアストロでねかっこよかったねケース2つちょうどいいサイズだったんであそこに置いてますけど、あそこに食材だとかいう感じかな。車中泊といっても1泊2泊でしょうからね、釣り行ってっていう感じになりますからね。ピクニックテーブル出してみましょう。このピクニックテーブル 3way になってます。制作の段階でね見た人もいると思いますがね、こうやって外に出すこともできるのです。外に出してねコーヒーでもね飲んでみましょう。今まで使ったことなかったギンギンの食器、あれで沸くのかやと思ってね初めて使います。初めて使うからね、臭かったの、薬品の匂いがしてね、洗ったのかなと思って、いいやと思って、ちょっとコーヒーでも飲みましょう。ではね、ピクニックテーブルカウンターにしてみます。3way って言ってたピクニックテーブルですね。元の位置と、そしてね外に出して使うこと、そしてこのカウンターにもできるんです。でカウンターは室内にいる時がメインかな。そうだね、こうやってね小さなカウンターに片方を乗っけます。そしてねアタッチメントをくっつけて、それにねギャレーにドッキングできるっていう感じになります。なのでギャレーの高さのギャレーのその天板の高さと同じ高さになります。でね、両方ともきっちり超ボルトで止めれば動かなくなりますんで、固定できますんでね。これでねカウンター完成です。ここで普段これでもいいんですけどね、気分に合わせてここ開けて飯食ったりとかねできるんではないでしょうか。お湯が沸いたっぽいです。コーヒーでもね飲みましょう。
そうなんかさ、匂いがしてさ、薬品っぽい、なんかこう、洗って情けな、新品のまま洗って情けな匂いしたんでね、コーヒー飲むのやめました。めんどくせえと思って。まあ、洗うのめんどくせえからいいやと思って。まあね、そのまままたしまっておきます。父ちゃん使うときは洗えばいいよ。めんどくさいんでね、コーヒーやめました。まあこういうね、旅の動画ってやっぱりこう作るのがメインなので、僕らはあまりこう旅慣れしてないんですよね。そう、まあそんなことよりちょっとね、寝る感じ出してみます。まあ寝るときどういう風な雰囲気になるかっていうのをね、ちょっとやってみましょう。で、まあピクニックテーブルここに戻します。普段はね、これで走っても、まあ大体これで走った方がいいですね。で、まあマットレスないので、この先やっぱりエアマットとか今あるじゃないですか。あれをね、ちょっと買おうと思ってます。あれまあ畳めるし、かさばらないし、あれをね、ちょっといろんなものをちょっと今こう勉強して何がいいのかってね、悩みながら、あれを何かのメーカーのね、エアマットをね、ちょっと敷こうと思ってるんですけどね。ちょっと今はね、悩んでおります。どれがいいのか。結構今あるもんね。そう。まあこれをね、エアマットだと仮定して、これぐらいですね。俺まあ小柄なんで166センチ。まあギリギリぐらいだね。で、大きい人はね、助手席をね、前にすれば、まあ、かなり180センチ以上は取れるので、助手席前に出してね、寝る感じですね。そう、天井高はね、十分です。ほら、あんぐらい高ければね、圧迫感もないですし、やはり軽なので、どうしてもいろいろ詰め込みすぎるとね、圧迫感出るのでね、それをね、出さないように注意しました。リールホルダーもね、バッチリです。もうね、つけっぱにしちゃって音。まあ、あそこにね、やっぱり乗ってると便利らしいですわ。でね、まあもう荷物ももう本当はね、こんなに積んでるんです。この釣りのライフジャケットだとかね、いろいろもう積んでね、これで出発っていう感じになります。まあどこに行くのか、まだね、実際ね、作ってからね、一回も泊まりに行ってないです。釣りすら行ってないからね。そう、旅の模様はね、グータライフ、まあもう一つのチャンネル、そっちの方でね、旅チャンネルでもないですけど、そういう風なをね、やっていきたいと思ってます。で、まあグータラーズの方はやっぱりこう制作とかそういうようなことをメインでやっていきたいので、ちょっとね、分けたいなと思ってね、旅模様はグータライフで行ったことない釣りでも行こうかなと考えております。ってことでね、軽キャンピング完成しました。まあぼちぼちっていうか、まあいろいろ使ってみて、あれがダメだこれがダメだって言ってね、やっぱりね、手直しが必要だったり、あれを加えたりっていうのがね、やっぱりそのキャンピングカーライフの楽しみでもあります。ここはしようってね、やっぱこう継ぎ足し、あとは削いでいったりとかっていうのもね、これからやっていくと思います。で、まあ作ってみて思ったんですけど、やっぱり金額が相当安くできますね。やっぱり巷で売ってるキャンピングカーめっちゃ高えなって思ってさ、まあ今作ったのは必要最低限でもないですけど、ある程度こういらないものを削いでいって、そして軽くっていう風なことをメインで作っていきました。で、またもう一台実はね、軽バスあるんですよ。今度それはね、3人就寝で作ってみて、今度はね、それを販売しようって考えております。まあそれを作って、そのね、ボロッボロのエブリーなんですけど、まあ綺麗に塗装もして、じゃあ一体それキャンピングにしたらいくらで売れるのかっていうようなね、企画もね、やっていきます。次の企画ですね。軽キャンピングを制作したらいくらで売れるのかっていうのね、やっていきますんでね。で、まあね、こうやって軽キャンピング作ってみて、やっぱり巷のキャンピングカー高えなと思って、なのでね、ちょっと販売とかキットの販売だとか制作っていうのもね、受けたまるようにしようかなと思ってます。極力安くベースキットのギャレ、それを作って、あとはね、こうオプションで継ぎ足していく。やっぱりこう安くね、旅ができるってね、ものすごく幅も広がりますしね、安いキットを組んで
あとはね、もう個人でこういろいろこうカスタムしていくじゃないですか。そういうのがやっぱり楽しいなと思うんですよね。今のすごい高いキャンピングをね、こうドンってこう大きい金額を出して買うよりも、安いのをこういろいろこう継ぎ足していくっていうのもね、一つの旅のスタイルだと思うんでね、ちょっとこうキットの販売だとか、あとは制作っていうのもね、ちょっと考えておりますんでね、また次のねエブリでちょっとまたそれをね試してみたいと思いますんでね、次の企画も楽しみにしといてください。ということでね、軽キャンピング完成しました。旅動画もね撮っていきます。それもね、次はグータライフの方で楽しみにしといてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに